はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、インテリアデザイナーになるための取っかかりって何ですかっていう質問に答えたいと思います。オンラインで実務で使えるインテリアデザインの学びをね作ろうと思って始めた、この放送もそうなんですけれども、いろんな人のね意見を聞けば聞くほど実際何を教えたらいいのか迷走しちゃってるんですよね今で。質問に答えたり、実務に必要なツールをねリストアップしたり、学ぶ順番を書き出してみるとね、これね、やってみたんですけど、それは人それぞれ違ったりするんですよね。専門学校とか大学とかとは違って、オンラインでね空いた時間に学んでいくってなるたりとかね、しかも社会人になって今働いていて、それで学びたいと、インテリアデザインを学びたいと思っている人とかね、本当にいろんな人たちがいるからね、立場も状況も意識の高さもねもう様々なんで、質問も多種多様になってるんですよ。そこでね、ある一人のね、人のために作る学びを作っていったらどうかなと、要するにですね、その人がちゃんとインテリアデザインのお仕事ができるようになるための学びを用意すればね、似たような環境の人にも役に立つのかなって、とりあえずこの方法で一度やってみようかなって思っています。これって要するにね、ペルソナってやつですかね。これ想定した人物像なんですけれど、ペルソナってだけど今回の場合は本当に私の身近な人でリアルな人のためにね、リアルな人ですよね。まずある一人のための、実際ね、学びを作っていくっていうちょっとことをやってみようかなって思います。その方が、アイデアもね出しやすくて、反応や意見もまさにリアルだったりするかもしれませんし、もちろんね今後の展開ではいろんな人がもちろんいるわけなので、バリエーションはもちろん必要になってくるかもしれないけど、そんなにね、インテリアデザインとか、建築もそうなんですけれども、基礎的な学びってねバリエーションでそんな言うほどないかもなとも思っているのが今のところの、想定しています。そこで、最初のステップがですね、今回のテーマであるインテリアデザイナーになるための取っかかりって何ですかという質問の答えなんですよね。分かりやすい必要があるからね、どういうのかっていうと、完成した空間を見て、その空間の元となったパースとか提案資料とかね、設計図書ですよね、図面ですよねを読み込む、それ自体が教材にすることかなと。で、一応ここで言い切っちゃいますよね。そうだと、今のところの仮説なので、その子と一緒にやってみることにします。要するに、答えゴールのような、空間を把握した上で、その過程をね、逆に学んでいった方が分かりやすいのかなと思ってるんですよね。まずは結論、それから説明みたいな感じです。空間を見てもらって、その図面の説明学びを、するって感じですね。まずはそこから始めてみたいと思います。
また結果が出たらね、皆さんにも共有したいと思いますので、またこの放送でご報告します。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを、非公開グループのね LINE グループで、毎日共有しています。まずはLINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。